どうも最強無敵の復讐者ちゃんです。今日も早速出撃だ。出撃だ。出撃だ。標的は霧の裂け目。異物は基本の気筒強化 HP 上昇構成。特筆すべき点はないけど、注意することといったらむしろ通常カリゴね。非ダメージ時状態異常蓄積は通常カリゴと相性あるし、今まで幾度となく地面の霜を見落として死にかけたわ。これがあるから通常カリゴは常に気を抜けないのよね。特に私は一番使う異物に非ダメージ時使用蓄積がついちゃってるからね。今後新しい強し異物が出たとしても通常カリゴに気を抜いて戦える未来はなさそうだわ。さあ行きましょう。奇変はなし。味方は追跡者さんと葬儀屋さん。異物チェック。追跡者さんははるはる耳飾り。葬儀屋さんも固有異物2つか。補助気筒で攻撃上昇つけてるのは珍しいかも。全員で安いまでつけてるからガチね。侵入者バフは葬儀屋さんと私の2人。再起巡りはありよりのあり。とりあえず行動にピン刺しちゃったけどその前に東の境界ね。探石1出ろ。データお、雷壺。落ちてたアイテム有効活用とため強化紙。壺とかくず奇跡とかなかなか最適な場面を見極めるのが難しいわ。それこそアロレアカシッチを落下させる時ぐらいしか使ってない。まあ基本的に私が遠距離攻撃常に持ってるというのもあるけど、近接ソロで再起罪人やる時とかも火炎壺アルトラスって聞いたことあるわ。今後他のプレイスタイルでやる時のためにもアイテムの存在はおろそかにしてはいけないわね。そういや私の動画では出てないけどいわゆる壺落ち、火炎壺特化学者とも何回かマッチングしたことあるわ。単独行動でひたすらボスをなぎ倒していく様は壮観だったわね。まあアップで以降ほぼ消えてしまったけど、購入上限50個だとやっぱ厳しいのね。もしであったら火炎壺存分に貢いであげるわ。とりあえず行動後は近くの村へ。このレベルだとどうせ買い物できないから武器強化のためだけね。ショッピングにはまた後で来ましょう。武器強化したしとりあえず北西の再起大強化へ。武器をレアまで強化さえできていれば再起はできるだけ早く回り終えたいわね。ただし故障を除く。故障は絶対1日目はいかないって私は決めてるわ。そういえば前々回の動画にまたしても超有能視聴者が降臨してたわね。罪人の分け方ってそういう仕組みなんだ。最後に踏む床でどこに出るか決まるのね。目から鱗だわ。確証はないんだけど多分正しいような気がする。故障に関しては仕組みを理解できても野良ではちょっと有効活用できるか微妙だけど、このガビオ小鳥での湧き方、左壁沿いでネズミ部屋に入れば下に湧く。これは今日からでもすぐ活用できる方法ね。ちゃんと味方3人でまとまって下から入ったのに上に湧いちゃうことがあって困ってたのよ。ヤグラダイヤ H も同じく。確かに正面入り口から入ると毎回ボスの方に湧いちゃう気がしてた。こっちは商人からヤグラの方へ、ね。とりあえずソロで試してみたわ。ガビオ小鳥では左壁沿いでネズミ部屋へ入ると下に湧く。お、確かに湧いたわね。たまたまかもしれないし別パターンも。今度は適当に真ん中らへん。あや？これでも下に湧くの？意外と判定に夢なのかしら。もう一回。今度は右壁際通るわ。情報通りなら上に湧くはず。普通に下に湧くんだけど。あれかな？もしかしてソロとマルチだと湧く仕組み違う？ダイヤ H の方も試してみるわ。近くに沸かせるには商人のところからヤグラの方へ、だったわね。あ、もう来た。しかもめちゃくちゃ近くに湧くのね。これは助かるわ。そして正面入り口から入った場合。あれこっちも普通に下の近いところに湧くわ。やっぱソロだと検証にならないみたいね。マルチでの検証は私には難しいんだけど、この前たまたま試す機会があったわ。買い物したかったのに我慢して味方より先に突入。これで左側壁沿いにネズミ部屋へ入るわ。お、ちゃんと下にはいたわね。直近のガビオ小鳥での時は2回連続で上脇だったからやっぱり正しい情報なのかも。今のところこれしか試す機会はなかったから確実とは言えないけど、検証は今後の出撃でゆっくりやっていくことにするわ。小鳥でとダイヤ H で確実に近くに沸かせられるだけでもめちゃくちゃ助かるしね。故障に関しては、野良マルチではどうやって活用すべきかまだ考え中。上に沸かせて戻るってのも微妙に時間かかるわよね。野良マルチだとそんな石統一できなそうだし。
洞窟タイプは初とか通れば上は確定なんだったら、引き返すよりいっそボス先に倒す方がいいのかな？部屋タイプの故障に関しては、まあ上は木下は木が安定しないとしても、初とかで直接地下行く方が戦う雑魚少なくなるからその方がいい？直近の出撃で試す機会があったわ。発狂故障の初とかから突入。戦闘は私。ここでジャンプして沼を踏まずに部屋へ入る。普通に2人下にはいたわね。あ、そうか、すぐ後ろについてきた味方が下脇エリアである沼を踏んじゃった？それで下に体になったのかな？にしても試す機会が少なすぎて疑問が増えるばっかりだわ。例のコメントくれた有識者いたら今の動き方で合ってたのか教えてくれたらとても助かるわ。そろそろ本筋に戻りましょうか。聖域大教会で罪人だけ倒した後は教会で聖杯を回収。その後は通りがかりにミランダフラワー倒して魔術師塔へ行った程度ね。魔術師塔で戦技強化タリスマン拾ったから味方に渡そうと思って現在絶賛出現中。あ、途中ボロボヤで拾ったサザレ石に巨人の火をくらいがついてたんだったわ。ちょいラッキー、3日目も最悪これでいけるわね。お、雷の槍使ってるじゃない。復讐者以外が人を使ってるの見るとなぜだかちょっと嬉しくなるわ。忍者さんとか信仰 S と言っても実際は異物でほぼ魔力攻撃もるからね。わざわざ標的の弱点属性使うより普通に魔術使う方が強くなりがちなんだろうな。今まで見たことあるのはタイグラディウスで1回黄金律祈祷特化の演者がいたくらい。あと根性魔法用に使ってる演者さんは見たわね。床よりブラで罪人召喚の旅に飛来神で一掃してたわ。あれには度肝を抜かれたわね。それも DLC 前の話。決勝特化以外でも罪人殲滅の選択肢あったなんて目から鱗だったわ。確か動画化しようと思ったけどその後すぐに DLC しちゃったから時間なくてオクラになったんだった。にしても葬儀屋さんの白い衣装、毎回復讐者も一人いたっけって錯覚するわ。これ着てる人初めて見たかも。ちなみに衣装で白と黒がある場合、実用上は黒の方がいい気がする。白っぽい衣装だと床よりブラ線での罪人が見づらくなる。定期点だけだけど、床よりブラだとフィールドも空も同じような白っぽい灰色だからね。マジで白か黒で罪人の視認性が大きく違うわ。なんでこの衣装を立ち絵にしてしまったのか。異様に装飾品も多いしさ。いやそこに文句言っても仕方ないわね。また話が脱線しまくってる。とりあえず上の槍るツボは処理。祈祷強化 7% 助かるー。お、成功も美味しい。しかも祈祷ため強化。ようやくまともなのが来たわ。中央の槍るツボやりたいけど味方来てくれそう？お、来てくれた。ならいざ回戦。あおい、落ちるな。重装は上には強いけど下には弱いのよね。収縮は災難か。教会と湖のボスで終わりかな。拙者 HP 上昇チキチキ侍。時間に余裕ありそうだしここの宝箱も開けちゃう。また余談なんだけど、前回の死の騎士検証動画のおまけでここ、砦南東への書とかを紹介したわね、ドヤ顔で。なんだけど、その後のマルチやってる時にたまたま重要なことに気づいてしまったわ。ここ知らなかったのは、さすがに私だけかも。なんであんなわかりやすいのを見落としてたの？まあ崖から行く方も上の宝箱には近いから無意味ではないわよね。あとついでにもう一つ恥ずかしいこと告白していい？故障の直接地下行く書とか、実は知りませんでした。さっき罪人の湧き方の話してる際、あたかも書とか知ってましたみたいな口ぶりで話してすみませんでした。だってウィキに載ってないんだもん。実際のところ多分通ったことはあったと思う。まだ DLC 拠点に慣れてない時に直接地下に行けるようなルートを通った覚えがなんとなくあったのよね。でもその後ソロで DLC 拠点の構造を調査した際にあの穴の存在には一切気がつかなかったわ。なんで？結構念入りに調査したはずだったんだけど。戦術の有識者コメント見た時も故障書とかってなんだ？って戸惑ってしまったわ。その後故障書とかで検索かけて初めてその存在に気がついた。DLC 追加からも早4ヶ月。今更知ったのなんてさすがに私だけでしょうね。ああ恥ずかしい。でもコメントで指摘される前に気づいたから実質セーフか。ブライカンいるのにレアの日ダメージカットアップをゴミだと言って捨てるような愚か者に比べれば全然セーフよ。
日目夜ボスはただれた呪霊ね。適当に削りながら次の動き方でも考えましょうか。霊陽で北西に飛んで、最北の村ね。そこから北東西一梶村に行くルートでいいかな。途中倒しやすい敵なら倒していきたいけど、あまり遅れると北東の西域間に合わなくなるから注意ね。撃破完了。出血発生時攻撃力上昇はまだ当たり。ルーンは、3万か。村に行く前にボス1体は倒したいわね。どうしよう。西域の神卓の死者も倒しやすいからあり？多めに見積もって死者と霊陽前の2体にする？さっきの祝福でルーン使っちゃった味方もいそうだし。でもここ刺すと1日目に罪人倒したの忘れてるアホだと味方に思われる可能性があるのよね。まあ取り間一旦刺すか。あ、味方が北東の西域刺したわね。絶対バカだと思われた。仕方ない。倒すのは霊陽前の1体でいいか。ボスは赤狼。面倒だけど葬儀屋さんがいるから楽ね。中圧で確定ヒルに。おかわりもあるよ。ナイス北東強化。HP 最大時カットアップは1日目に味方に渡したからもういいかな。ルーンは45000。ショッピングには十分な額ね。とりあえずポーチ。成功適当に確定。2万の音調。あ、胆石に買うルーンなくなった。まあいいわ。今回は火を焼き尽くせではないしね。狂い火出る確率もまだまだあるし、梶村で胆石に拾えるかもしれないしね。さて来たわ。独拠点だから確定で村タイプの梶村。つまり何やってだ私。悔しい。こんな雑魚相手に。しかも罪人ども。これ奥に湧いちゃったわね。来る時に拠点に寄りすぎちゃった？もっと大回りしないとダメだったかしら。意味潰しまで出てきちゃってもう最悪。よしあと一発。あちちちちちち。そうだった。こいつの炎は火。白装束女2人仲良しクラブ。ありがとう追跡者さん。いやこんなのにアーツ使わせてごめんなさい。にしても全然罪人来ないわね。マジで現れないんだけど。いつもは奥に出ていた。なんか普通にスッと現れた。一瞬味方かと思ったわ。鉄のメカ忍者ならわかるけど執行者ならちゃんとまっすぐ来なさいよ。とりあえずこいつは処理完了。もう一人はマジで見つからん。あ、いた？夜の魔女。またこの隙間から。奥に出ちゃった時はここから来やすいのかな。覚えておいた方がいいか。FP ないけど忍者だし近接ゴリ押しでいけるっしょ。どこは聞いてない。まあ私が連れてきちゃったんだけど。葬儀屋さんの臨終アーチほんと心強いわ。あ、大当たり来た。これはさすがにもらうわ。さてと、次どこ行きましょうか。砦タイプ確定の聖火寺村行きたいけど、FP ないし祝福触らないといけない。そうね、祝福通るし砦地下でいいか。さっきのところで守備よく罪人釣り出せていれば梶村行けたのにな。地下到着。ボスは、王族の勇気、当たり。お、良さげなメンツ。と思わせて今回は別に、かな。竜王の眼剣は言う特攻あるから仮語にもそこそこいいらしい。それどころか雷半減のエデレにすらありって聞いたことある。ジャンプ R2 が楽しすぎるから二重ゴミでもつい拾ってしまいそうになるのよね。追跡者さんが拾ってくれてよかったわ。これはさすがにゴミと言っても差し支えないわね。ってゴッドフレイの肖像。神。これがあるから村行ってタリスマン2枠空いてる時は基本音調しか買わないことにしてるわ。砦地下まだ行ってない時はね。さて屋上は化身、当たり。また降臨か。欲しいのはそれじゃないんだけど。ま北のボスは死儀霊だったから東の方から行きましょうか。あ、尋常王ね。それなら即殺可能。収縮は東か。すぐそこの毒湖礁行って終わりかな。
消費 FP 軽減でお願いします。6個小の上まで来たけど味方がそっち行っちゃったか。ちゃんとピンさせばよかった。さすがに一人で行くのはないし大境界でいいか、しょっぱいけど。いまいち。視聴者のほとんどは戦闘開始時に回復誤爆したことに気がつかなかったことでしょう。これが16倍速の力よ。レベル13か。村で買い物したのはあるけど決して最高のファームとは言えなかったわね。夜ボス前座の戦闘開始時に雑アーツ。これぞ敵倒しアーツゲージ増加に種をつけてるものの特権よ。空になったゲージもボス降臨の時にはすでに満タン。じゃないんですけど、ノックス兵人型のみの時は数少ないから足りないのか。ボスもいくつも友人兵の方と間違えちゃう。これを機に覚えるか。友人兵の時は人型に加えてファランクスありね。連続回転切りの避け方もかつて色々試行錯誤したけど、結局実戦だとほぼ後ろ疾走になるわね。一番楽だし。というより距離取って戦うならそれ一択だわ。最悪円外まで行っちゃうのもありだしね。こいつも近接だと大変そう。なぜか急にアンコモンの巨人の火をくらい使い出すナメプ。こいつ炎使う指導考えても炎耐性高いでしょ何やってんのって思ってたんだけど、調べてみたらそんなことなかったわ。低弱点マイナス 26% 以外は物理含めてどの属性もほとんど弱耐性 20% 前後。知らなかった。以前も間違えてたけど雷とかつきやすそうな見た目なのにね。あ、死んだ。2連続でそれ？考えるより体が先に後ろ疾走してたわ。最初から断引きするよりある程度届きそうな距離保つ方が早めに終わってくれる説を今考えつきました。検証する気はないです。いやでも前の推進力結構強いしそんな余裕ないことの方は爆発の範囲なめすぎた。もういいでしょう終わらせましょう。ここはスタミナ回復速度ね、カリボだし。疾走で氷嵐は今回は当然取らないけど、私は基本的に一切選択しないことにしてるわ。視界妨害が鬱陶しいから。あら？ここで成功祭り開催してるの？なら私も参加するわ。ふむ、なかなか壮観ね。くだらないことはいいから準備しましょう。ここで一つ物申したいことがあるんだけど、3日目にルーンあり余ってる時、霊薬大体全部買って床に落としておくのよね。でも味方が落とした霊薬はマジで誰も拾わないのよ。全然もらってくれてもいいのに。成功でポーチ埋まりそうな術師や戦技型ならわかるけどね。特に持続回復の日は気結晶雫とか聖杯1本分くらいにはなるでしょ。いつも誰も拾わず奥行っちゃうから結局その場使用することになるわ。やっぱみんな遠慮してるのかな。まあその話は置いといて。結局武器はアンコモンの巨人の火をくらえか。ちょっと不安。とこよカリボ。来てほしくない時に来てくれるわ、相変わらず。うわいきなりかすっちゃったし、バリアがもったいない。トリム顔面に一発。外しちゃった。こいつの頭部の判定小さすぎでしょ。どうしよう、序盤は武器殴りで FP 温存しようかな。いや瀕死出てるし早めに終わらせた方がいい。雷の槍誤爆。それこそまさに FP の無駄遣いなんだけど。いやここは重装ね。巨人の火をくらえと FP 効率2倍ぐらい差があるし。耐性考慮しても FP 考えるならこれ一択、レアだしね。鎧まとうまではこれで。まあ今回成功12個も持ち込んでるからさすがに杞憂か。でもとこよカリボは下振れるととんでもなく長引いて回復唱えまくらないといけない状況になったりするしね。FP 温存のつてはつけておいていいかも。そしてようやく第2段階。こんな危険なとこにいられるか、私は真っ先に逃げるわ。毎度近くでフレーム回避してる人はよくやってるわね。あら追跡者さんが阻止しようとしてミスった間。あこれにもちゃんと判定あるんだったわね。葬儀屋さんがカバーしてくれたわ。ナイス。でも2人ともアーツ使っちゃったから次の吹雪は阻止できない？いや今の葬儀屋さんのアーツは追跡者さんからの便乗アーツか。だったらまだゲージ残ってるかもね。私がアーツって葬儀屋さんに止めてもらうなんてことは今のところしなくていいか。
やったことないけど机上で妄想だけはしてたわ。そしてここからは惜しまず巨人の火を食らわせていきましょう。以前のとこよカリゴの動画で鎧を剥がすにはヒット数が大事だと語ったんだけど、最近はその考えに疑いを抱きつつある。そもそもヒット数説を唱えた理由は、はるか昔にソロで練習しに行った時まで遡る。全然攻撃してないのに潜在で取ってた歩きで声を振らせるが発動するとすぐに鎧が剥がれ始めたのよね。カリゴは魔力耐性が高いしそもそも声優のダメージも小さい。それでも簡単に剥がれるってことはダメージよりもヒット数が大事なんだ。って当時の私は思ったのよ。だから氷石カリゴの時は炎武器に加えてヒット数の多い攻撃手段も持ち込むことにしていたわ。なんだけど、最近の出撃で星砕き付きの杖を持ち込んだのね。一発中ヒットだしこれはすぐに鎧剥がせちゃうでしょ。って思ってたんだけど、これがどれだけ打っても全然鎧剥がれないのよね。それでその出撃後にまた常世カリゴの鎧に関する情報を集めてみたんだけど、やっぱりこれっていうはっきりした検証結果は見つからなかった。でも色々興味深い情報、というか体験談は得られたわ。一つは巨人の火を食らいで一発で鎧剥がせた。これが事実なら私の理論は全くの間違いだったということになるわね。巨人の火を食らいで一発で剥がせるということは、大事なのは威力かダメージレベル、ひるませ性能、か、それとも純粋炎属性？また鉄の目で弓ペチペチしてるだけで割と簡単に鎧剥がせるとも。他には、砕け散る結晶が剥がしやすいという情報はやはり多かったわ。これもヒット数関係ないのだとしたら単純に結晶特化で威力バカ高かったから？でも深き夜の前からその情報はあったのよね。まあこうやって様々なエピソードを咀嚼して一晩考え抜いた結果、私なりの一つの仮説を導き出したわ。あ、その前にまた鎧まとい。アーツ使うべきか検討中。味方のクイックピンがないならここで切っちゃってもいいかな。ジャンプなし。その場発射は効いてないって。これ事前に何かしらで予測できないの？完全にランダムなのかな？狙ってる敵の位置とか関係あるのかな？こっちも気になる。まあ私は基本的に阻止できないからあんま関係ないけど、とりあえず回復でやり過ごしましょう。ついでに味方も。ベース的に FP は問題なさそうだしね。さて鎧剥がしの話に戻りましょうか。私が導き出した仮説とは V によって剥がしやすさが大きく異なる単純にダメージで剥がれるの2つね。大事なのは前者、V によって剥がれやすさが大きく異なるという説。これは、逆になんで今まで思い当たらなかったんだろうとすら思うわ。そもそも常世カリゴの鎧の部位は4つ。頭、足含む胴体、尻尾、翼ね。これらを今冷静に見て思うのは V によって殴りやすさが全然違うじゃない。って話ね。明らかに殴りやすい足や尻尾に比べて頭や翼は意識的に狙わないとなかなか当たらない。特に近接は。だけど今までマルチしてきてそこだけ毎回鎧が残るってのは特に感じたことがなかった。だから翼や頭は残り2つに比べて圧倒的に鎧が剥がしやすいって説に至ったのよ。これならさっき腰砕きで全然剥がれなかった理由もわかるわ。尻尾狙いだったからね。歩き声腕だけで剥がれたという私の経験も、剥がれたのは多分翼だったんじゃないかな。当たり判定も広そうだし。ソロの時だったしマルチよりも剥がれやすいってのもあったかも。鉄の目弓ペチペチでも割と剥がれるという情報も、弓での頭や翼の狙いやすさ考えると納得できるわ。巨人の火を食らいなら一発で剥がせたってのも翼に当てたってならあり得る。実際今回の戦いはまだそこまで思い至ってないから普通に足元潜り込んで胴体や尻尾狙い。これだと一発で剥がせる説もある巨人の火を食らいを数発当てても全然剥がれない。まあ特化してるわけじゃないしアンコモンなのもあって火力が控えめだからってのもあるかもしれないけど、砕け散る結晶なら剥がしやすいってのもわかる。あの攻撃範囲だと適当に胴体に向かって撃っても他の部位に当たるよね。だからたとえ特化じゃなかったとしてもすぐに翼や頭の鎧が剥がれて、結果的に鎧剥がしやすいという印象が強くなるのじゃないかな。ご将来アレイや吹き上がる進行みたいな噴火系戦技もやたら剥がしやすく感じるのは同じ理由？人だと火を焼き尽くせば体感剥がしやすさナンバーワンなのも意識せずとも翼に当たるってのが大きかったのかも。あと1個忘れてたけどアローレインがあったわね。これも鎧剥がしやすいという意見が多かった。そして間違いなく翼に当たるわよね。よく効きそうな胴体をロックオンして撃つと。私の仮説はとりあえずこんなところかな。そろそろ戦闘の方に戻りましょうか。まあといっても私が攻撃食らうことがなさすぎて打撲。アップな。前方ブレスへの反応がちょっと遅かったわ。この距離だと常に警戒してないと。
でもこの間に追跡者さんが救助してくれたわね。また仮説の話に戻るけど、部位によって剥がしやすさが大きく異なる単純にダメージで剥がれる説。前者に関してはある程度確信持ってるけど後者のダメージで剥がれるってのは正直曖昧。巨人の火をくらい一発で剥がせることがあるならそうなのかもってだけね。あとキビは、あれ氷の爆発ってこんな早めだったっけ？久しぶりにフレーム回避したから忘れてたわ。てか今ちゃんとジャンプ出てたんだけど、この攻撃ってジャンプ回避可能よね？今更すぎるけど、地面よりも上に判定あってある程度の高度はないと当たるってことかな。話戻します。炎属性だと鎧の剥がしやすさにボーナスがつくのかどうかって話題。これは、どうなんだろう。仮に鎧剥がしの基準がダメージだったとして、そもそも炎属性の方が弱点でダメージも大きくなるから剥がしやすくなるのは当然なのよね。同じ武器で同じレアリテの属性違いを使っても炎武器の方がダメージも多くなるから厳密な検証は大変になりそうだわ。有識者、お客様の中に有識者はおられませんか？正直部位ごとの剥がしやすさの違いなんて数ヶ月前から分かってた有識者いるでしょ？もしそのあたりを検証したことある人いたら教えてくれると嬉しいわ。いなかったら、自分で検証するしかなくなっちゃうんだけど、最近嫌というほどソロ出撃したしもうやりたくないんですけど、シノキシ検証もそうだし再域の湧き方調査も相当めんどかった。全然お目当ての再域が出なくて腹が立ったわ。小鳥でもダイヤ H のマップ上のアイコンだけだとボスを判別しにくいのがほんと。特に小鳥でガビを拠点引き当てるには再域で無属性小鳥でを引いて、それが騎士長でも乙女人形でもない必要があるから、わざわざ近くまで行って違ったからまたプロロってのを何回繰り返したか。しかも結局そのソロ検証は全くの無意味だったというね。その無駄な時間で何回普通の出撃できたことやら。にしても本当に尻尾は硬いわね。巨人の火をくらいは学数の範囲は広いけど、同時に複数の部位に当たるみたいなことはないわよね。経験則だけど、まあそれなら適当に投げてるだけでいろんな部位剥がれるはずだし、ダメージもすごいことになるはずだからそんなわけないか。おっとまた危なかった。あとは鎧は頭と尻尾だけか。なんならここから頭狙っちゃったりなんかしたひん？調子乗っちゃった。常世の直下ブレスの範囲の広さを舐めてたわ。お助けいつも1ゲージの私を救ってくれるのはクローショットだった。ありがとう。次はミスらないから。もう聖杯飲んじゃうし。ナイス葬儀屋さん。ここで畳みかける。よし炎デバフも入った。もう一発。顔面ヒット、今日はコントロールされてるわ。削りきれはしなかったけどこれが最後の鎧まといになるはず。こっち飛んできたら私、やるわ。来た。答えて葬儀屋様。やったー。葬儀屋さんナイス。訓練で使わなかったし間違いなく私の便乗アープね。そしてここで仕留め切った。絆の勝利ね。イエ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 ーイ。アーツで強敵の大技を阻止するのってこんなに気持ちいいものなのね。やっぱり霊炎爆発にもひるみくれ。冗談はさておき、ありがとう二人とも、またリムベルドで会いましょう。さて戦闘自体はそこまで苦戦したわけではないけど、実りある出撃になったわ。初めて大技阻止の経験を得られたのは大きい。でも今回常世カリゴはそこまでタイミングがシビアじゃないからよかったけど、常世エデレとかだとあれかも。阻止するタイミングあやふやだからいつ使ったらいいかちゃんと学んでおいた方がいいかな。いや葬儀屋さんの便乗アーツの猶予って4秒くらいあったし大丈夫か。早めに使えば向こうで調整してくれるよね。それにしても今回はちょっと出撃内容以外の話が多くなってしまったわ。あんまり細かい話に興味ない人はごめんなさいね。細かい話に興味ある方々はぜひコメントを。再域罪人の湧き方に関しても常世カリゴの鎧に関してもまだまだわからないところがあるから、同論異論関わらず情報を求めてるわ。もちろんそういう情報関係ないコメントも嬉しいからよろしく。では今回も最後までご視聴感謝。また見てね。